エヌズ家庭菜園の中村です。本当に今日はいい天気になりまして、12月の9日ですけど、あったかいぐらいです。まあこんなコートを着ずにね、できるぐらいでね、喜んでますね。ですけど、畑の方を今日少し見に来まして、何もやってませんでしたので、少しね、チェックしていきたいと思っています。で、今日ちょっとお話ししたいのは、この頃ですね、やはり生活していく中に、特に日本はじゃないかなと思うんですけど、インスタント食品っていうのがすごく増えてるように思います。ある意味でコンビニで作られている食品もインスタント食品じゃないかなと思うんですけど、レトルト食品とかパック詰めになってるものとか、いろいろあります。まあ、日持ちをする保存食っていう言い方をすれば確かにそうかもしれませんが、本当にそうなんでしょうか。有名なシェフが作った料理、っていうのは美味しいですよね。で、それと同じものをインスタントで作りました。まあ、レトルトで作りましたとかいろんなことを言うんですけど、そしてメーカーはそういうので販売しています。ラーメンとかそういうのでも、実際にどこどこの味とかいろんなことを書いて、出ていますよね。そこで私が一番大きく質問になるのは、食品添加物です。食品添加物の害っていうのは確かにあると思います。いろいろ同じような味、確かに同じような味だけど本物ではない。それがいいのかどうかっていうのは私には分かりません。私は海外に住んでいて、いつも思ったのは、外国の人たちってあんまりそこまでレトルト食品って使ってないように思えたんですけど、私たちだけかもしれません。で、日本のスーパーに行くと、アメリカに住んでいた時も日本のスーパーに行くと、レトルト食品がいっぱい売ってるもんですから、ああ、こういうのもあるなと思います。例えては、カレーライスなんかそうですよね。カレーライスなんかね、実際にレトルト以外で食べなかった時期もあります。ですけど、この頃私たちは、そのカレー粉だったり、そのガラムサラダだとかいろいろ駆使して、カレーを作るようになりました。カレーはインドカレーと日本のカレーとちょっと違うと思いますけど、そういうのにも結局レトルトになったりいろいろ作られていくときに腐るといけない、劣化するといけないっていうことで今度は食品添加物を加えています。これは私たちは害になるんじゃないかなと多少思います。コンビニで弁当を買う。それもいいです。私たちはたまに買います。だから、何も言えませんけど、その摂取量を少し減らした方がいいんじゃないかなと思えるような、今日です。で、私たちはこのように、ね、レイズドベッドとか畑で自分たちの食べ物を作るようにしています。まあ、それが、絶対とは言いません。それが本当に、いいこととは思ってないんですね。私が都心に住んでた時は、畑なんてできるはずがなかったです。ですけど、まあ、口に入れるものですから、できたら、今私たちはこういう地方に住んだ時に、自分たちで食べれるものを少し作ってみようかなっていう感覚で今、これらのことをやっていますので、まあ皆さんももし、ちょっと挑戦したいなと思ったら参考になればっていうことをいくつか撮影していきます。今日は畑が今どのように成長しているか。まあレイズドベッドの中でも最初は種をまいて種からちょこっと出て、くるだけでしたけど、今はだんだん成長してきました。ものによってはもう6ヶ月とかそういうふうにかかるものもありますし、いろいろあります。ですけど、早くできるのがいいだけじゃなくて、ゆっくりできるものにもいいものがありますので、そこのところを観察がてら私たちは、YouTube で動画を配信するようにしていますので、よろしくお願いいたします。では、レイズドベッドの方を見ていきます。私たちはこのところで3つのレイズドベッドを行っています。そしてレイズドベッドの成長を見るために、毎週撮影をするようにしています。今この第1番目のレイズドベッドでは
人参が少しね大きくなってきていますが、人参は結構時間がかかります。パセリも私たちは食用のためによく取ってねパセリを食べてしまってますので、短いですけど成長がいいようです。で、このイチゴですけど、四つ星っていうイチゴがだんだん増え広がっていってますね。私たちはその子供を増やすために、いろいろ策を練っているわけではありません。自然にどのように成長していくかっていうのを今見るようにしています。あとですね、この分け木も私たちは結構、何回ももう4回ぐらいカットしたかな。こんな感じで分け木がありますし、トマトがこのいちごですね。四つ星っていういちごととちのかっていういちごをこのところで育っています。でいちごに関してですけど、いちごがこのようなこういうような形で、紐みたいに出てくるんですけど、私たちは本当に何もしていません。そのまんま増えるがままにしていますけど、上手に育っているように思います。第2番目のレイズドベッドでは白菜を育っています。白菜がですね、薪が弱いように思いますけど、ちょっと暖かすぎるのかな。もう少し寒くなってくるといいんじゃないかなと思いますね。こんなとこにテントウムシさんもいますし、こういうのが結構あれになっちゃうんですよね。まあ仕方がない虫も殺さなくてなるべく行きたいなと思ってるんですけどね。ごぼうがこんな感じであります。でこのところにはサラダビーツっていう形で赤いビーツがなるようになっています。すごく大きくなってきていますので、あと 2,3 週間で収穫ができるかなと思っているところです。で、このところには私は宇宙人の頭って呼んでるんですけど、コールラビがこのように大きくなってきています。コールラビも食べると、サラダに入れて食べると美味しいですよね。こんな感じで今第2番目のレイズドベッドが成長しています。第3番目のレイズドベッドではチンゲン菜があるんですけど、チンゲン菜はもう終わりがかりです。この間うち1杯チンゲン菜も取りましたけど、まだまだこんなに1杯残っていますので、今度全部取って、粉にしちゃおうかなと思っています。でケールもまだ生えてますね。でここにまだまだすごく辛い、ハバネロがこんな感じでまだなっています。いつまでなるんでしょうね。で、サラダ水菜もあります。このサラダ水菜ももう何回もカットしていますけど、順番に生えてきますね。でこのところにケールが少し、成長してきました。もう虫に食われて、ダメになってるかなと思っていたんですけど、こんな感じで大きくなっています。でオレガノが意外と元気でね青くなっていきますので、また今度ちょっと収穫して他のものに使いたいなと思っています。今のレイズドベッドはこんな感じですごくレイズドベッドとしてはいい成長をしているように私たちは思っています。